いつも南部美人をご愛飲いただきましてありがとうございます。 YouTube で対談をしようと思いまして、それをシリーズ化していきたいと思っております。さまざまな業界の方、私の仲間、関連する人、そういった人たちをお呼びして、私とお話をしていく企画ということで、ぜひ楽しみにしてご覧いただければと思っております。でもほらもうニューヨーク、ほらもうニューヨークとか行っても全然同時ね、他の人たちがみんな挙動ってる中に俺は知ってる農家だからみたいな感じだからね。はい、それでは始まりました南部美人対談シリーズ。この回はですね、これは実は私が聞き役になるというですね、非常に珍しいパターンで、進めていきたいと思ってるんですけども、途中で僕の話の方が盛り上がってしまう可能性もございますので、その時にはですね、お前聞き役じゃなかったのかいっていうツッコミはしないようにしていただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。それでは第1回の、ゲストということで、本日は南部美人を根底から支えていただける、地元二戸市の酒米栽培をしていただいている農家、金田一営農組合の五日市組合長でございます。金田一営農組合の五日市です。どうぞよろしくお願いします。はい、今日はありがとうございます。この持ってきたお酒、南部美人の特別純米酒、このお酒のお米を作っていただいている農家で、ございますのでよろしくお願いします。それでは五日市さん、はい、まあ映画でも共演してるし、テレビでも共演してるから、はい、あんまり緊張しないと思いますが、今回はですね、はい、南部美人とのその米作りと酒造りのこう歩みについて、はい、その過去の歴史だったり、そして今何やってるかとか、はい、でこれからどういう未来を見ていくかみたいなお話をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあそもそも僕と五日市さんが、まあ、出会ったというか、一番最初はこの今栽培していただいている銀乙女の、はい、まだ岩手酒52号という名前の時に試験栽培をしてその試験醸造するという時でしたよね。はい、で僕は蔵に帰ってきて、調べてみたらなんと南部美人その当時もう約20年ぐらい前だけど、その当時二戸のお米を一粒たりとも使ってないと、そのくせ地酒とか言って何やってんだこの野郎みたいな状態で親父と随分喧嘩してたのが僕だったんですけども、まあ当時のね食感法がねなかなか難しくて、はい、勝手に近所の人と栽培してお米を作れないという状況もあったんですが、そういう中岩手県が新しい酒米を開発するということで、その最後の3品種でしたねに残った一つが銀乙女で、それが岩手の県北に栽培適地があるということから、その栽培を試験栽培を五日市さんが担って試験醸造を県北の蔵元の私がやるということでスタートしたんですけど、はい、あの時って実際どうだったんですか、その米作りとか五日市さんの農業ってのは。県北は米の生産主流地帯じゃないんで、特に減反政策が始まった後半の時期なんですけども、そうか、県北でお米を作るというよりは減反政策の均等配分から傾斜配分、要はお米が売れない地域は米は作らないようにという政策が始まった時期だったんです。なるほどね。その時に自分たちの地域で米を作れるか米がなくなるかという相当な危機感はあったんです。それめっちゃ瀬戸際じゃん。です、はい、特に農業者も高齢化してるし、地域の担い手の人たちもこれからという時に米が作れなくなるともう畑作地帯だけでは所得がどんと減るので、なるほどね、どうしたら県北で米が作れるか、という時に久慈社長さんが銀乙女ということを、試験栽培試験醸造していただいたおかげでそのきっかけができたんです。なるほどね。ということはまあ銀乙女当時は岩手酒52号を栽培するのは、まあぶっちゃけやらされてるとか、
わあまた南部美人めんどくせえこと言ってるとかそういうことじゃなかった。そういう立場です。大丈夫大丈夫。大丈夫です。打ち合わせしてないからここ今打ち合わせしてませんからね。当時も水筒部会の地域の農協の部会の、代表をしてだったんで、地域の米をどうするかっていうのはいろんな会議の中では出てましたから、なるほどね。そこで酒米を作るきっかけで減反をプラスにできるポイントを加算ができたんですよ。要は実需者、南部人さんと契約をすることで、作ったお米は確実に売れる、だとそのお米を販売するポイント加算ができるんで、その分を作付けできるという大きなきっかけになったんですよ。なるほどなるほど。ということはやっぱり当時は酒米の栽培なんかやったことないしね、食べる米すらあんまりやってないのにいきなり酒米やるっつった時には相当やっぱりびっくりしたでしょ。ハードル高いし、これ山田錦酒米って言えばそういうイメージがあるんで、もう西日本のお酒というイメージがありましたので、まさか岩手の北部でも作れるかっていうのは不安もありましたけども、最初はねどう栽培していいか分かんないし、我々も契約栽培が一番最初だったから、どうしていいか分からない状態でスタートしていったんだけど、オーナー制の酒だったりね、そういったものに助けられながら、少しずつ拡大していったんですけど、この銀乙女っていうお米は実はすんなりと岩手の酒造公的米になったわけじゃないんですよ。詳細はまとめた映像がありますのでそちらを見ていただければよくわかるんですが、簡単にしゃべるとですね、最後3品種まで残った中の一つが銀乙女、一つが銀銀河、もう一つがちょっとわからないもう一つ酒米で、この3つを試験栽培試験醸造して最後これを酒にしたものを審査したんですね。利き酒で審査して、もちろんブラインドで何もわからない状態で専門家です。一般人とかじゃなくて酒の専門家がもう十数人で審査して、それで点数つけて1位になったのがなんとその当時の銀銀河と銀乙女だったんですね。両方が同率1位で、おいどうすんだよ、2人とも1位だったら酒米2つかって言ったら2つできるわけがないだろうって話になって、それで当時ね岩手県北に栽培適地があるものを酒米にするわけにはいかないと。だから県南の方に栽培適地のある銀銀河を取りますということで、我々同じ点数で評価されてるのに落とされた、もっと言ったら県北はさ栽培適地じゃないというハンデがあるんだから、ゴルフで言ったらハンデ入れたら俺たちの勝ちだべなって思ったよねなのにさそれがない状態なので我々とすればものすごい悔しい思いしたんだけど、それをちょっと待てということで待ったをかけたのが当時の岩手県の農水部長の、高橋洋介さんでね、でもう1年やってみろっていうことでやって、それでまたいい酒ができたので2年目に銀銀河がデビューして、次の年にその妹分で銀乙女っていうふうに2年連続でデビューしたっていうのは酒米の多分歴史の中ではまずない話。それを考えるとすごいことだったんだろうなっていうふうには思っております。で実際にその酒米栽培してみて、最初は本当に小さな規模でやってたと思うんですけど、少しずつうちの使用量も増えてきて仲間が増えていったんだけど、やっぱり最初の苦労したところっていうのはどういうところだったんですか？うるちの米と酒米の違いをまず知ることからなんですけど、ここも小助社長さんからもいろいろ聞いて、特に心拍というのが酒米の大きな特徴だというのを理解するのと、その心拍を出す栽培というのをどうすればいいかっていうのが一番の苦労ですよね。そうだよね、いろいろ勉強しに行ったもんね、教えてもらいにね。まだそんな今みたいに IT がこんなに駆使されててググれば出てくるなんて時代じゃないから、もう行っては教えてもらってね、をしながらやっていって、少しずつこう増えて量を増やしていったんですけど、仲間が増えていったその一番のきっかけっていうのはどういうところだったんですか？契約栽培が一番大きいと思います。やっぱり、はい、俺らは農協に出荷をして、農協の方で、県内全国の方に酒米が行くんですけども、特に県北のお米をどう特徴をつけて自分たち地域のお米とするかっていうのにブロイラーの発酵鶏粉を使って肥料を使わない本田無化学肥料栽培とか、これ環境保全型ではの表彰もいただいたんですけど、そうだね、表彰されたもんね。あと粒が大きい品種なんで、粒の選別をもう2段階3段階するというその工夫もいろいろ試しながらやってきたんですけども、それで地域の米の特徴を出せればいいなというのが何年かこう重ねてきたんですけども、でもそれをずっと
契約栽培で全量買っていただいたっていうのが、継続してできた大きな成果だったと思います。まあ15年とかそんな前だとね、そんなに契約栽培うんぬんじゃなかったかも、うんぬんっていうかその全国的にそれがこう主流じゃなかったかもしれないけども、だってこれどっちが楽かって言ったら、ただ作ってポンと農協に売った方が楽っていう人もいるだろうしね。契約栽培の場合はお客さんの顔が僕らが見えてるから、僕らがこんな米作ってほしいんだっていうのに対して努力しなきゃいけないから、面倒っちゃ面倒なところあるんだけど、でも確実にそれは酒となってお客様にこれが届いていく、その顔が見えていくっていうことで、本当にね嬉しいことですよね。まあそんなこんなでこう続いてきた契約栽培さまざまなことをこうやってきたんですけど、実はですね、この金田一の組合はじめ五日市さんたちはですね、すっごい酒飲むんですよ。よくね、農家の人たちって自分たちで米作ってるくせに飲んでるのはなんか全然違うウイスキーだとか焼酎だ飲んでる人結構多いんですけど、まあ日本酒飲む。うちの蔵に来て一番飲んでる人でもある。そういうことを考えると、やっぱりその飲んでる中にいろんな飲んでる中で話が出てきた一つが、南部美人で作ってるお酒、自分たちがで作った米でできた南部美人の酒が、ちょうどうちも海外展開を一生懸命やり始めてた2000年代の2000年から2010年の間のその時期なんですけど、その時期にもうぜひね、その自分たちが作った米でできた、南部美人の酒を外国人が飲んでるところを見たいって言い始めたんですよ。ね、飲んでる時だったもんね。で一緒に海外に行きたいってなってね、いやいいけども、とりあえずパスポート取んでもなんねえし、英語喋らなきゃなんないけど、英語喋る前に標準語喋れるのって話もあったしね。そういうこともあったんだけど、いやどうしても行きたいって言って、あの時ね、じゃあ貯金するべっつってさ、1ヶ月に1万円ずつでもいいから貯金するべっつって1年後にじゃあ行こうって決めたんだよね。そしていよいよじゃあその1年後に行こうとしたら、市役所の方から補助金がなくなってね、その貯金丸々お小遣いになったって話だもんね。でもそれでアメリカ、本当はニューヨークに連れて行こうと思ったんですけど、心臓を止められても困るな、いきなりニューヨークなんて過激なところ見せたらと思って、西海岸のロサンゼルスと、ロサンゼルスだけじゃつまんないからちょっとラスベガス行くかっていうことで、ラスベガスと行ってきたんですけども、あの旅はどうでしたか？南部美人をいつも応援していただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。